はい、ですね、今日はこの α7-4 のおすすめ設定である静止画動画独立設定の話をしたいと思います。動画と写真をね、両方とも撮っている方でしたら、参考になるかなと思いますので、そういった撮影方法をしている方いましたら、ぜひね、見ていただけたらなと思います。では、まずはこの α7-4 の問題点から話していきたいと思います。α7-4 の問題点としましては、動画モードで設定しているピクチャープロファイルが静止画モードにした場合も引き継がれてしまうというところにあります。それはね、どういうことかと言いますと、例えば S-Log3 で動画撮影をしていて、とっさにね、写真を撮りたいなと思った時に写真モードにして写真を撮ると、写真を撮る時のモードも同じピクチャープロファイルの S-Log3 になってしまうということですね。なので JPEG とか、HEIF とかだけで撮っている人であれば、色味がもう S-Log3 の色味でしかないので、撮って出しも難しいかと思いますし、編集もちょっと難しいので、その辺が問題になると思います。で、ローでね、撮影している方であれば、その色味とかはね、後で編集できるので問題ないとは思うんですけども、実はもう一つ大きな問題点があります。で、もう一つの大きな問題点と言いますのが、S-Log3 で撮影している場合っていうのは、ISO の加減が800からになってしまいます。なので、写真モードの時に ISO を下げて綺麗に撮りたいなっていう時は、ピクチャープロファイルの設定を変更するか、ISO を手動で変えるか、それしかなくなってしまうので、ここで、一手間増えるということが、問題点なんじゃないかなと思います。で、その問題を解決するのが今日紹介します、静止画動画独立設定になります。はい。ということで、ようやくですが、静止画動画独立設定の話をね、ちょっとしたいかなと思います。α7-4 はそのピクチャープロファイルだけでなくて、静止画と動画で共通化している設定っていうのがいろいろあるんです。で、それらの設定を共通化しなくて、それぞれ独立させるよというのが、今回紹介する静止画動画独立設定になります。なので今回ではピクチャープロファイルを独立化したいので、動画の時のピクチャープロファイルと静止画の時のピクチャープロファイルをそれぞれ別にするっていうことになりますね。ということでね、カメラの方で設定の仕方を紹介していきたいと思います。まずはメニューを押して設定画面を開きます。で、設定画面の一番下の、セットアップですね。セットアップの操作カスタマイズの中にある静止画動画独立設定のところに行きますと。はい。タップしていきます。はい。で、こちらに静止画動画独立設定のメニューが表示されます。チェックマークがついていないのは、動画と静止画の設定を共通化するということになりますので、独立化したいものにチェックを入れます。なので、例えばシャッタースピードとかも別々に設定したいのであれば、こうやってチェックを入れますと。はい。で、僕は今回はピクチャープロファイルでしたので、ピクチャープロファイルのところに、このようにチェックを入れます。はい。そして OK を押して終了です。はい、っていう感じで、静止画動画独立設定の紹介になります。でですね、今回のこの静止画動画撮影設定っていうのを設定したとしても、結局、動画と静止画を変更した後にやらなきゃいけないことっていうのが一つありまして、それが撮影モードの変更なんですね。で、僕の場合は、動画は S モードで撮っています。で、写真にするときは、例えばマニュアルとか A モードにして撮ったりすることが多いので、結局こちらで動画と、写真モードを変更したとしても、上のダイヤルでまた S モードとか M モードとか A モードとかね、その辺をね、変更しなきゃいけないので、結局2回やらないといけないんですね。で、それらをもっとね、簡単にするためには、以前ね、紹介したんですけども、カスタム撮影設定をするしかないんじゃないかなと思いました。はい。ということで、カスタム撮影設定をするのが一番なんですけど、カスタム撮影設定をするのが面倒であったりよくわからないっていう場合は、今回紹介しました静止画動画独立設定をとりあえずしておいて、動画と写真の、モード切り替えをね、簡単にするのがいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、写真と動画ね、両方とも α7-4 でね、撮る方がいましたら、ぜひね、参考にしてみてください。